こんにちは。もちまる日記ゆっくりレビュー、第10回です。前回は、もちまる日記の、登録者の増え方について、レビュー出したよね。13日の金曜日にね。多分15日日曜日に、130万人、達成記念やるんだろうなって思ってたけど、何のお知らせもなく、やらなかったよ。そうなんだ。話変わるけど、YouTube の、おすすめに出てきた猫チャンネルで、びっくりするくらい、もちまる日記に似てるのがあってね。ちょっと調べてみたよ。へえ。どんな猫チャンネル？タイニーキプンっていう、2020年12月15日に、登録されたチャンネルで、登録者数は今、15万2000人。チャンネル名が、タイニーキプンなの？小さな子猫っていう意味だよね。子猫じゃなくなったら、どうするのかな？ほんとだ。気づかなかったよ。今は子猫が2匹で、もちまる日記と同じように、生活感のない家で、飼い主の男性が顔や声を出さないで、BGM が入るっていう、大枠の作り方がまず似てる。そうなんだ。そして、びっくりはここから。もちまる日記と、タイニーキプンのタイトル、並べて9連発いくよ。私が、もちまる日記のタイトル読むから、マリサは、タイニーキプンのタイトル読んでね。投稿日は、字幕で出すけど、読むのは省略。わかった。初めて家に来た、生後50日の子猫が可愛すぎる。生後50日、子猫のココが家にやってきた。へえ。同じ、生後50日から、始まってるんだね。そうだね、続けるよ。初めて卵を見た子猫の反応がこちらです。スコティッシュフォールド。初めて卵を見た子猫の反応がこちらです。スコティッシュフォールド取っただけで、全く一緒じゃん。そう。次。初めて納豆混ぜ混ぜを見た、子猫の反応がこちらです。スコティッシュフォールド。納豆の匂いに、衝撃を受ける子猫がこちらです。初めて炭酸水を見た、子猫の反応がこちらです。初めて炭酸水を見た、子猫の反応がこちらです。全く一緒じゃん。そうだね。私も調べてるとき、どっち見てるのか、わからなくなったよ。次は、第5回で取り上げた、段ボールを、史上最高に楽しむ子猫がこちらです。スコティッシュフォールド。段ボールと梱包材で、史上最高に楽しむ子猫がこちらです。そっくりさんなのは、もうわかったよ。まだ続くの？ここでちょっと話題を変えて、タイニーキプンの謎、他にも紹介するよ。もちまるの誕生日は、2019年、10月24日。タイニーキプンに出てくる、1匹目、マンチカンのオスの、ここの誕生日は、2020年、10月24日。1年違いで、誕生日も一緒なんだね。まあ、それは偶然あるかもしれないけど、2020年、10月24日生まれの、50日後って、いつになる？ 50日後って、2ヶ月弱後だから、去年の12月だね。そうだね。ところが、さっきの生後50日、子猫のココが家にやってきた、の動画は、今年の3月に投稿されてるんだよね。実際の50日より、3ヶ月も遅らせて始めたの、なんでだろうね。わからない。何の説明もないし、謎。さっきの続き、そっくりなタイトル、残り4個いくよ。OK。本能を開花させ、ネズミを水に沈めてしまった子猫。わら。本能を開花させ、ネズミとはしゃぐ子猫がこちらです。わら。猫が生まれて初めて氷を触るとこうなります。わら。初めて氷に触れた、子猫の反応がこちらです。秘宝、猫じゃらしいく。じゃれぶん、行く。かりんとうを血と勘違いして、食べてる主を心配してくる猫。かりんとうを自分のあれと勘違いして、食べてる主を心配する子猫。本当そっくりだね。猫チャンネルでは、あるあるらしいよ。パクリじゃなくて、オマージュですって言うんじゃない？オマージュって、便利な言葉だね。それにしても、今年の3月に始まったサイトだから、まだ5ヶ月しか経ってないのに、
9個のそっくりさんタイトルは、多すぎるよね。もちまる日記も、よく黙ってるね。こんなにパクられて。まさか、下僕が、第二気分も始めたとか？それも、可能性としては、考えたけど、今回調べて、違うと思った。もちまる日記の下僕と、第二気分の男性は別の人。それにしても似てるよ。友達か、仲間だったりして。単なるパクリじゃなくて、提携してるとか、同じグループか、同じ会社に属しているのでは、って思う人もいるみたいだよ。わかる。第二気分みたいに、生活感のない家に、2匹も子猫を投入して始めるって、こういう動物チャンネルやった経験がない、普通の人がやるかなって思う。そういう理由からも、組織的に、運営してるんじゃないかって思ってる人も、いるみたいだね。ついでだけど、第二気分の方は、チャンネル名、概要欄すべて英語だし、動画のタイトルや説明欄も、英語に翻訳されてて、外国人のコメントがたくさん来てる。もちまる日記は、そこまで、国際化されていないよね。詳しくは、また取り上げるけど、現状では、そう見えるよね。もろもろ鑑み、第二気分は、もちまる日記を踏まえて、何らかの関係者が、国際展開を試みた猫チャンネルなのではと思う人もいるみたいだね。それなら、もちまる日記と、ネタかぶりが多い理由も説明がつくし。なるほどね。しかも、子猫が特に人気あるから、子猫にフォーカスしようとしてるのかな？年取ってきたら下げて、次々子猫を投入するとか？そこまで考えなかったよ。どうするのかな？ちなみに、前回、第8回と同じ分析ツールで、第2気分の、コメント数の推移見たグラフがこれ。あれ、こちらも、8月2日だけ、コメント数マイナスになってるね。そうだね。マイナス144、で数自体は少ないけど、日付は同じ、8月2日。コメント削除、同じグループでやってるとか？一回同じ日だっただけだから、なんとも言えないけどね。こんなに似てる上に、住み分けまでしようとしてるみたいだから、コンビニのフランチャイズみたいに、本部があって、組織的にやってるんじゃないかっていう説も、あながち否定はできないかもね。最後まで見てくれてありがとう。今日の動画の評価、いいか悪いかどちらかクリックお願いします。どちらかクリックしてくれたかな？ありがとう。